こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は9月後半に新たに Xbox ゲームパスに追加されるタイトルと外れるタイトルご紹介します。リリース日は海外時間の情報なので日本では1日ほど遅れる可能性があります。注意してね。ぜひ最後まで見てね。デスループ9月20日発売日初日からゲームパスに対応します。限られた1日という時間のうちに8人のターゲットを全員仕留めるべくターゲットの行動を観察し仕留めていくというゲームになっています。ベセスダソフトワークスから昨年 PS5 で発売され話題となった同じ日を繰り返すタイムループ FPS がついに Xbox に登場ですね。ハードスペースシップブレイカー9月20日発売日初日からゲームパスに対応します。2022年5月から PC ゲームパスの方にはすでに追加されているタイトルで9月にコンソールの方にも発売される形となりました。近未来を舞台に多額の借金を背負った主人公が宇宙船解体家として解体作業を行い収入を得ていくというゲーム。なんとも仕事的な作業ゲームって感じですが宇宙で解体作業できるってなかなか貴重な体験ですよね。まさにシップをブレイカーするお仕事。気になる方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。ビーコンパインズ9月22日発売日初日からゲームパスに対応します。不思議な本の中を舞台にした可愛くて怖いアドベンチャーゲーム。事件を調べながら言葉が刻まれた黄金のアイテムを入手しそのアイテムを使って物語の分岐点に用意された言葉の空白を埋めてストーリーを進めていくといったゲームになっています。可愛いビジュアルの獣たちが魅力的なのですがストア情報によると日本語未対応とのことです。アップデートで日本語に対応するといいですね。スライムランチャー2 9月22日にアーリーアクセス版が発売日初日からゲームパスに対応します。 Xbox One には未対応でシリーズ S とシリーズ X でのみ遊ぶことができます。レインボーアイランドという島を舞台にプニプニでぷよぷよなスライムたちを捕まえ飼育やガーデニングを楽しめるスライム牧場エンジョイゲーム。あまりにもスライムたちが可愛すぎてもう癒されなほんわかゲームですね。Steam の方では日本語対応されるみたいです。アーリーアクセス段階では実績は未収録、正式リリース後に実績が搭載されるとのことです。スパイダーヘッグ9月22日発売日初日からゲームパスに対応します。レーザーサーベルを持った雲を操り戦う乱闘アクションゲーム。糸を伸ばして飛び回ったりペンで刺したり撃ったりと結構スタイリッシュなアクションが可能みたいです。最大4人の協力プレイで群がる敵たちをフレンドと一緒に倒したり対戦プレイでフレンドと戦い合ったりすることができるみたいです。虫嫌いでも遊べそうなデザインだ。Steam の方では日本語に対応しています。グラウンデッド9月27日に発売日初日からゲームパスに対応します。 Xbox ゲームスタジオファーストタイトルですね。アウターワールドやフォールアウトニューベガスなどを開発したオブシディアンが制作しています。2020年の7月にプレビュー版としてリリースされ2022年2月のアップデートで日本語対応されています。最大4人協力プレイで楽しめるサバイバルゲームで自分たちは小人となり巨大な庭で虫たちと戦いながら道具や武器拠点などを建築していく流れとなっています。
フレンドさんたちと一緒に遊ぶと楽しいタイプのゲームですね。私は虫がほんと苦手で、雲が苦手な人のために雲を雪だるまのような見た目に変更するオプションがあるのですが、他の虫の見た目を変更するオプションは今のところなく、私のような虫嫌いにはなかなか過酷なゲームですね。ムーンスカー9月27日発売日初日からゲームパスに対応します。 2D のドット絵で表現されたメトロイドバニアの最新作。失意と絶望に侵された残酷で美しい世界観のダークファンタジーで、裏切り、苦しみ、復讐の物語を味わえるとのことで、ブラスフェマスに近いようなイメージがしますね。全世界のダークなメトロイドバニア好きの皆さん、待望の一本ではないでしょうか。はい、私も大好きです。白と黒、そして血の赤で彩られたビジュアルはインパクトがあっていいですね。戦闘はスピード感があり、難易度も高めということで、今から楽しみにしています。ストア情報によると日本語対応しています。レッツビルトアズー9月29日発売日初日からゲームパスに対応します。 2D の可愛らしいドットで描かれた動物園経営シミュレーションゲーム。自分だけの動物王国を作れるということで、500種類以上の動物を管理し、 DNA を組み合わせることによってなんと30万種類以上の生き物を生み出すことが可能とのことです。可愛い見た目と雰囲気をしていながら、このゲーム、動物たちを食料にしたり、ヤバいキメラを作ったりと、倫理的に危険な遊び方もできるみたいで、清く正しい経営を行うのも、法を犯して汚い金を稼ぐのもプレイヤー次第とのことです。果たして素敵なテーマパークを作るのか、それとも、いやー、狂ってますねー。スチーム版の方では日本語に対応しています。パウパトロールグランプリ9月30日発売日初日からゲームパスに対応します。パウパトロールのお気に入りの子犬たちと一緒にアドベンチャーベイを疾走できるレースゲーム。オフライン最大4人までの同時プレイが可能です。目指せワンワンカップの優勝ということで、お子様でも楽しめるようなゲームですね。ワンワン。ストア情報によると日本語音声字幕に対応しているとのことです。そして9月後半でゲームパスから外れるタイトルはこちらとなっています。国産アドベンチャーゲームのアイ・ソムニウムファイルやスライムランチャー、アストリア・アセンディングやダート4などが外れます。ダート4は FPS ブーストに対応していて 120fps で遊べ、新作のダート5とも全くゲーム性が違うので、気になる方は今のうちにぜひ。また Going Under は現代企業をモチーフにオフィスにある日用品などを武器に戦うポップで可愛らしい世界観のローグライクアクションゲームで、私4時間ほどでサクッとクリアできたので、気軽に遊びたいって方にはおすすめかなということで、9月後半のゲームパスに追加されるタイトルと外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。